本日は2本立てです。不動産屋さんの怪談です。これは仮名ですが、上野さんからいただいたお話です。上野さんは今から数十年前、池袋の高層ビルの防災センターに勤務していました。上野さんの仕事は高層ビルの警備で、その日の早朝は展望台の開場を担当していたそうです。上野さんは展望台の清掃スタッフが入る朝の6時半までに開場し、内部を巡回しておかなくてはならないので、いつものように6時少し前に仮眠室から現場に到着しました。高速エレベーターはもちろんまだ動いていませんから、非常時用の業務用エレベーターで5分かけて展望台まで上がったそうです。朝の日差しの中、上野さんは早速非常用のマスターキーで展望台の扉を開錠し、エレベーターホールから奥の喫茶店までざっと回ったそうです。一回りしたところで T 社の清掃スタッフの男性2人と女性1人が業務用エレベーターで展望台に上がってきたそうです。いつもの清掃員さんたちでおはようございますとお互い気持ちよく朝の挨拶を交わしました。そして上野さんは業務用エレベーターの前の警備隊用の椅子に座り、上がってくるスタッフらの確認作業の準備をしていました。そして上野さんがちょうど防災センターに業務連絡をするための非常電話を手にした時でした。突然清掃員の男性の一人が血相を変えて上野さんのところに飛び込んできたのです。大変だ、トイレに男がいると大声で叫んだそうです。何事かとびっくりして上野さんは持っていた電話の受話器を慌てて元に戻しました。するとその清掃員の男性は上野さんの袖を引っ張りながら、トイレに来てください、男がいるんですと取り乱していました。上野さんはすぐ男性用トイレに急いだそうです。さて、トイレの内部は L 字型になっているのですが、中はライトで明るく、個室のドアもすべて開いており、見た感じではただガランとした誰もいない男子トイレでした。すると上野さんの後ろに隠れるようにしていた清掃員さんが、そーっと背後から奥を指さしました。あそこにグレーの背広を着た後頭部がはげた男が壁を向いて立っていたんですと必死に上野さんに訴えました。そこで上野さんは、もし部外者が侵入していたら一大事ですから、トイレの個室の中を一つ一つ覗いていきました。やはりトイレの中には誰もいませんでした。また周辺もさっき開場して一周した時と変わらず、いつものガランとした無人のフロアでした。昨夜の最終点検の時に複数で確認しているので、それは当然の結果でした。上野さんは規定通りすぐ上に事の次第を報告すると、防災センターから副班長と展望台事務所からスタッフが駆けつけました。さて、その清掃員さんの話は実はこういうことでした。清掃員さんはいつものようにモップを片手に男子トイレに入ったそうです。すると中からカツンカツンという人の歩く足音が聞こえたということでした。おや、警備隊の人かなと最初思ったそうです。でも、いや、警備隊の人は業務用エレベーターの前の椅子に座っていたはずだ。そう思い清掃員さんはそっと足音のした奥を確認しました。するとそこにはスーツ姿の男性が後ろ向きで立っていたそうです。それはグレーのスーツを着た後頭部がはげた人で、トイレの壁の方を向いていました。ですから顔は見えなかったそうです。そこで清掃員さんは、あれ、誰だろう、スーツ姿ってことは展望台事務所の人だろうかと思ったのですが、いや、でも後頭部がはげた人は事務所の人にはいない。そう気づくと同時に、まさか部外者だったら大変だ、
営業時間前だからすぐにここから出て行ってもらわないと思いました。そこでその清掃員さんはすぐグレーのスーツの男性に「すいません、開店前ですが関係者の方ですか?」と声をかけたのだそうです。するとスーツ姿の男性は何も返事をせずに無言のままスーッと個室のトイレの中に入っていき、パタンと扉を閉めました。これはいよいよまずいと思い、清掃員さんはさらに「すいません、開店前ですのですぐ退出してくれませんか?」と扉の前で声をかけました。ところが個室の中からは何の返答もありません。それでも清掃員さんは負けずと「すいません」と声をかけると、急にその個室の扉がスーッと一人でに開いたのだそうです。はっとして清掃員さんが中を覗いてみると、そこには誰もいませんでした。それで清掃員さんはびっくり仰天驚愕し、慌てて上野さんのところに駆けつけたということでした。彼曰く間違いなくグレーのスーツの男性を目撃していたそうで、清掃員さんの目の前で男性は忽然と消えてしまったということなのです。まるで手品のトリックのようでした。池袋の高層ビルでは実際に何年かに数回このようなおかしな目撃談があるそうです。現在閉鎖された屋上スカイデッキから飛び降りた事件はありますが、上野さんが勤務していた当時は展望台で命を絶った人は一人もいませんでした。今回の話と関係あるかは分かりませんが、その高層ビルのそばに東池袋中央公園があるのですが、そこは巣鴨拘置所の処刑場跡地に建設された公園で、怪奇現象が多発するという噂の心霊スポットだそうです。あの辺一帯が心霊現象が起きやすい地場だと言われていますが、他の有名商業用ビルでも同じような怪奇現象は起きているようなので、それらもいずれ上げていきたいと思います。不動産屋さんの怪談です。よくどこどこの事務所には深夜になると幽霊が出るなどという噂を一度や二度は聞いたことがあると思います。さて、これは知り合いの渡部さんから聞いたお話です。10年ぐらい前、渡部さんは当時東北地方で工場のオフィス清掃の仕事をしていたそうです。工場の事務所ですから清掃は日中ではなく、渡部さんの場合は大抵夜から深夜以降の真夜中の仕事だったそうです。夜勤で交代制なので、深夜12時を過ぎると常に渡部さん一人だけの作業になり、フロアには誰もいなくなりました。そして仕事が終わるのは大抵深夜3時くらいでした。その清掃なのですが、機械清掃でしたので、渡部さんは一人で機械を動かして床をきれいにしていきました。さて、渡部さんがこの事務所を担当してからのこと、渡部さんが機械を回していたそうで、その機械音はうるさく単調でした。すると機械音と一緒に話し声が聞こえてきたそうです。それは数人の性別もまばらなざわざわとした話し声でした。最初機械音の雑音かなと思い、止めてみると声は聞こえなかったので、なんだそうかと思ったそうです。ところが機械を回していない時でも複数の人の話し声がさわさわ聞こえてきました。渡部さんは気味が悪かったのですが、もともと幽霊とかあまり気にする性格ではなかったのと、単に話し声だけだったので、深く考えずに清掃を続けていたそうです。ただ毎晩不規則にその話し声が聞こえてくるので、渡部さんはどこから聞こえてくるのだろうと不思議に思うようになりました。そこで注意深く観察していると、ついに話し声のする場所を特定できたそうです。それは渡部さんが担当しているフロアに隣接する部屋で、
自分と交代する人だけが作業する部屋だったのです。渡部さんが交代すると深夜12時以降はその交代した人も帰ってしまうので、誰もその部屋にはいないはずでした。渡部さんはさわさわと話し声が聞こえてくるその部屋を開けてみたそうです。するとその話し声はピタッと止まり、部屋の中にはもちろん誰もいませんでした。そしてまた作業に入ると話し声が部屋から聞こえてきました。そんなことが毎晩起きると、渡部さんも何かが見えるわけでもなく、どうでもよくなり、全く気にならなくなりました。そしてしばらくしてからです。渡部さんは早い時間帯のシフトになったそうです。そして工場の事務所にまだ残っている社員さんたちと世間話をするようになっていきました。するとたくさんのおかしなことを社員さんたちは教えてくれました。この工場の土地は更地になる前は一部はお墓がかぶっていたそうです。ですからかぶっているお墓はすべて別の土地に移設ということになったわけですが、その墓地を所有するお寺の住職がきちんと魂の移動をしなかったということでした。それが原因なのか、その後土地の中にある井戸を写真に撮ると、もやの中にいくつもの顔がある心霊写真が撮れていました。その井戸は今どうなったかまでは誰もわからないそうです。またその後工場内に使えない部屋ができてしまいました。その部屋なのですが、なぜかもともと使われていない空き部屋でした。ところがその部屋を開けると、なぜかいつも電気がついていました。スイッチを何回切っても次にドアを開けると電気がついているのです。でもその原因が分からず、みんな気味悪がっていたそうです。そこでどうせ使わない部屋だからと照明のコードごと外したのですが、それでも電気がついていたのです。ついに蛍光灯そのものを外してしまうしかなくなったそうです。それ以降みんな不吉に感じて、その部屋は開かずの間のようになってしまったということでした。それを聞いて渡部さんは、まさかあの声が聞こえる部屋がその部屋なのではと思いました。他にもある社員さんが倉庫に荷物を取りに行った時のことでした。そしてその荷物を奥の棚の下から引きずり出した時です。社員さんは全身凍りついたそうです。その荷物の後ろから顔が覗いていたのです。それはおそらく男性で、生気のない青白い顔で不気味にじーっと社員さんを見つめていたそうです。社員さんは悲鳴を上げて倉庫から逃げ出したということでした。実はそれは氷山の一角で、他にも似たような怪奇現象がいくつもあり、不吉な噂の絶えない会社でした。恐ろしいことにその会社は今でも普通に営業しているということです。でも問題なのは会社ではなく、もしきちんとお寺が魂を新しい墓地に移していたら、こんな怪奇現象多発の曰く付き物件にはならなかったのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。